よいしょ。あーごめんなさい。いえいえ、そんなことないですよ。よいしょ。よいしょ。おはようございます。ガレージライフのお時間です。始まりましたね。始まりました。始まりましたね。今回はジムニーの冬支度していきたいと思います。松さんが工場使っていいよって言ってくれたんで、タイヤチェンジャー借りて自分でタイヤ交換をやってみたいと思います。つけていくタイヤは東洋タイヤのオブザーブ185の85で、純正タイヤより二回りぐらい大きいサイズです。でかいね。外球が変わる。でかいね、そっか、この分車高が上がるのか。ですね。あれこれは楽しみだ。このね、壁にベタベタシール貼ってある感じとか、そう。なんかみんなやっちゃうっすよね、これ。これやりたくなりますよね。ホイールの塗装をしてバルブ外しちゃったんで、新品のエアバルブをつけていきます。何回か、要はこの向き替えですか、やられたことってある？いえ、タイヤ初めてです。タイヤ初めてなんです。初めてです。了解です。じゃあもうなんかで一回練習した方がいいですよね。練習しない。いや、ぶっつけ本番でいきますか。いや、怖っ。マジで言ってるんですか？ガリったらガリったっすよ。じゃあ1本見本見せてもらっていいですか。何の見本ですか？ジムニーのやつで見本やるんですか？はい。いや怖っ。すごいな、俊也さんのそのチャレンジャー精神が。さすが YouTuber。ガリったらまた塗装すればいいですよ。いいんですよね。じゃあ1本だけ。1本だけ。1本だけやりますよ、1本だけ。前の板金屋さんとかではタイヤとかは手伝ったりしなかったんですか？しないですね。整備士さんがやるから。ああ、極力ノータッチなんですね。極力というか、他の人がやってるの触るとそれこそ問題になるんで、後から。はい。触ったやろ。ビードクリームアストロです。チェンジャーいいなぁ。いいけど1年に1回も使わないもんな、きっと。でしょうね。サーキットでも攻めてりゃ別なんでしょうけど。まずはアームを通して、ここをなるべくきりに回します。ペダルのペダル回す方を。そうすることによってポンで、よく車屋さんが言うのは、この黄色丸とバルブを合わせる。バルブを合わせましょう。うえーイエーイ。逆光。こっち。すっごい逆光でしたもん。イエイ。イエイ。初めてやる。初めてのタイヤチェンジャー。レバーを先に通す。そうですね。レバーをタイヤの中に入れてしまって、それでホイールに当たらないぐらい、当てるぐらい。戻っちゃう。その脇にもう一個レバーあったんで。このレバー。おー大クラッシュ。いいですよ。いいんですよ。それもできるか、皆さん。できた。いや、めっちゃどうやってくださいよ、こっち向いて。イエーイ。バルブと黄色がずれちゃった。それはもうパワープレイで、俊也さんの若さで。動く。来た。はい。よし。
おお、初めてのタイヤ交換できた。やりましたね。やった。そして飲み込みが早いから2本目がめっちゃ早いっていう楽しいっすもんこれ。はい、よかった。タイヤ交換ってこんな楽しいっすね。まあでも新品だからっていうのもありますよこれ。あー、新品は入れやすいですよ今これが中古とかで。日で。なんかそこのビードがちょっとこれ入れんのみたいなのとか、あとはもうこのサイズじゃないようなもうペラッペラのインプレッサーとかの扁平タイヤ。扁平だったらもう松さん嫌ですって言われそうですもん速攻。3年ぐらい経ったやつのそう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 裏書きするとか。そう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 、そんなの勘弁してくださいよってなりますよ多分よいしょ。うまっ。多分このサイズだからですよ。これインプレッサーのじゃ多分できないですよ。できないですからね。いやそんなことないですよ。ビードが馴染まないとこもあるからちょっと強めには入れてください。はい。規定値 1.8 なんですよ。そんなもんなんですかジムニーって。うん。知らなかっ自分もインプレッサーの感覚で空気入れて、た。はい。シール見たらそんな低いのってなりますよね。フロントが 1.4、はいリアが 1.8。まるで入らないですね。ファブリーズでよければエアモレを。ああ、これ本当にファブリーズなんですね。ガチモンファブリーズですよ。石鹸水入ってるんだと思ってた。これあれですか、車の中に入ってたやつ。そうです。あリセッシュもありますよ。あ、じゃあリセッシュで。使い切ろうと思ってもなかなか使い切れないですからね。さてどのぐらい。あ、でかいな。結構迫力ありますね。でかいですねス。タッドレスなのにっていう。うん、スタッドレスなのに。じゃじゃん。あ、でかっ。あ、でかっ。やり。あ、すごい。真横から見るとすごい。わかります。うん。ちょっとバックしてもらっていいですか。はいおお。あ、すごい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 。ボンはね。幅は同じですよね。同じですもんねうんうん185ですもんね。う幅同じだけど高さが。ん。へえ。あ、すごいすごい。あ、ちゃんと組んでエアーも入れたから。なおさらなんですか。うん、さっきちょっと潰れてたからですね。はい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 。あ、全然高さ違うわ。お、これは楽しみ。ですね。いきますか。はい、やっちゃいますか。ちょっ。よいしょ。あ、持った感じですよね。全然こっち違いますよ、重量。ああ、違う違う、全然違いますね。重い。燃費ある多分。でも雪道ならいいんじゃないですか。余計空回りしなくて。空回りしないから。あ、そう、ナットを買ってきたんですよ。黒いナット。112履かせた時のナットと同じやつですよ。ああ、なるほど。黒いナット。へえ。鉄筋黒く塗ったからそれに合わせるのに。メッキのナットだとちょっとですね、浮いちゃいますからね。浮いちゃうから。うん
軽い軽い。ですよね。あー重い重い重いな。シーコラ言いますよこれ。テラさん、他の視聴者さんからご指摘があったら、この背面タイヤは塗らないですよ。背面タイヤは今のところ塗らないかな。予定はないそうです。春になったらはい。アルミに変えます。その時までじゃあお楽しみに。お楽しみで。やっぱりジムニーにはでかいタイヤが似合いますね。こっちは交換前、こっちが交換後。鉄鎮ホイールも黒く塗ったからより車の高さが強調されています。このタイヤ周りにブロックのパターンみたいなのが切ってあって、スタッドレスタイヤなのにすごくごつくてかっこいいです。にしてもこれブロック結構深いですね。深いですよね。なんかスタッドレスの割にはこんなことしていいの東洋さんっていうぐらい溝深くなってますけど。スノーアタック山形の雪越えれれば大体どこ行っても大丈夫じゃないですか。でしょうね。去年なんて1メーター以上積もってますからね、うち。それ考えてすごいですよ。1メーターってインプじゃ絶対無理だもん。除雪車ね、バンパー全部なくなっちゃうよ。どっち方向ですか？氏を出てもらって左に行っていただければ。線路の越える。いや、線路越えないですね。乗り心地抜群ですね、ジムニーなのに。いやー、足回り変えたらだいぶ変わりましたよ。本当に。やっぱショックとアームのブッシュ変えたのが、はい、良かったんですかね。YouTuber の方です。やっぱりなんか YouTube に乗るよ、YouTube に乗るよ。お昼ご飯は天丼にしました。美味しかったです。ごちそうさまでした。午後からの作業は冬に備えてたくさん部品をつけていきたいと思います。まずスコップですね、ジムニー定番のホットドッグですね。シュンさんのやつあれですか、弾抜けないタイプのめっちゃ暗そうなシールドビームなんですか？うん、純正です。暗いですよ。ですよね、これ絶対暗いやつですよね。暗いですね。ジムニーのヘッドライトは純正でハロゲンのシールドビームです。ただちょっと暗かったんで、もう少し運転しやすいように車外の LED に交換していきます。一応これ車検対応品です。あ、それも塗装した方がいいか。ですね、せっかくですから。塗っちゃいましょうか。はい。俊也さん主催のジムニーのイベントとかやったら結構人集まるんじゃないですか？でも多分やらないと思います。やんないんですか、それは。僕あんま人得意じゃないんでダメなんですよ。人ダメなんですか？マンツーマン、まあ数人のグループとかだったらいいんですけど、はいたくさん人集まるとダメなんですよ。あ気持ち悪くなっちゃうあと知らない人と全然関われないんで。すごいですよね。でも YouTuber はできる。人と関わらないですからねまあいやいやいやカメラと喋るのもあんま得意じゃないですね。引きこもりは割とだから得意ですよ。引きこもりは得意です。松さんはいはいどうぞいいですか？どうぞいつものあのセリフをじゃあいつものセリフをじゃあどうぞ。塗装タイム行ってみよう。行ってみよういつから参加型スタイルになって
ヘッドライトのハウジングとフォグランプのカバーを塗装していきます。ちょっと錆びてボロかったんで塗装して綺麗にジムニーをかっこよくしたいと思います。やっぱり一人で作業するより誰かいた方が会話も弾むし作業が楽しいですね。塗装が乾かないと組み付けが進まないんで、乾かしてる間にできそうなところを作業を進めていきたいと思います。じゃじゃーん、ウインカあ、ウインカーだ。ー。ヘッドライトも変えるからそれに合わせてちょっとこうイメチェンっていうのと、もうこれ古くてゴムのパッキンがダメなんですよ。ああ、はいはいはい。だからパッキン変えるついでに変えてしまおうかなっていう。ここのこれがねボロボロなんです。新しいやつ。炙ってから。カーボライター。普通のライター。ジュンヤさんはギボシタイプじゃないんですね。ギボシあんま使いたくない派です。接触不良を起こしやすいから。まあ確かにそうですよね。っていうのと、それ先っちょにカプラーがいるじゃないですか。はい。カプラーがいてのギボシってなんかちょっと意味不明じゃないですか。まあ確かにもったいないっていうか、なぜにっていう謎のジョイント感が出ますかギボシじゃないと脱着できないっていうんだったらギボシにしますけど、らね。はい。そうじゃないんだったら基本的には圧着派です。バルブは意識変えないですよね、この作り。バルブもステルスしたいですね。次はリア。忙しい男。テールランプも色付きから色なしに変えます。好きな人は変わるんじゃないですか。好きな人は変わるんじゃないですか。まあ、ヘッドライトが LED のになそうですったから、ね。こっちのこ方がっちの方が統一感が出るかな。統一感は出ますね。緩めて。バックミラー。ちょっとバックするときにはい。後ろが見えないのがネックなんですよね。そうなんですよ。バックカメラっていう選択肢もあったんですけど、ナビとか何もついてないんでアナログなミラーにしてみました。室内から見るとこんな感じです。リアシートがあったりとかしてジムニーの真後ろ見えないんですよね。こんな感じでタイヤのそばに人が立ってもミラーでちゃんと見ることができます。立ってないですね。しゃがんでますね。今これ完全に車の死角に入っている状態です。ルームミラーから見るとこんな感じです。ちゃんとミラー越しにミラーもちゃんと認識できます。本当だ。意外と緩かっスコップつけてきます。多分使うと思うんですよこれ。た。絶対使いますよね。カブトムシで取ったりそう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 。山行って虫探しするのにこれ絶対掘るんですよ。用途違いますよね。刺さった人の用じゃないっていう。普通はね林道とかやって、スタックした時にあれするんですけどね、うち違うと思うんです。まあでも雪走ってればいつかはタイミング来るかもしれない。それでいいでしょ。よし。
いぶなんかそれっぽい車になりましたね。完璧ですよ。意外にこのアンダーミラーがお気に入りかもしれない。マッチングはいいですね。やっぱアナログな感じがいいですよ。ですよね。すんげえ、なんかグリルつける前はちょっとなんかいかついなっていう感じもあったんですけど、グリルつけたら急にポップ感が出たような気がするんですけどなんでしょうこの感覚。これだけかな。可愛らしさもあり、ですよね。ワイルドさもあり、しまった感じもあるし。はいじゃあ T4 にしますね。はい T4 にしてスモールいきまはす。ヘッドライトいきまはいす。ハイビームいきます。はい右ウインカーいきます。はいはいで左いきます。はい、オッケーです。はーい。そう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 。で、ヘッドライトが LED になったからフォグをつけます。冬道が走れるように。冬場はヘッドライト雪くっついて溶けなくなっちゃうんで LED にするとね、その代わりにハロゲンのフォグランプジョン。よし、ということで今日の作業終了。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お疲れ様でしお疲れた。様でした。いえいえ。無事スタッドレスを履くことができました。抜群の脱着センスでしたけど。初めてやりました。初めてですか本当にっていう。タイヤ交換初めてだけど意外と楽しかったです。ということで帰ってきました。ちょっとマチさんのところでやりきれなかった作業があったんで、それこれからやっていきたいと思います。ちょっと時間が足りなくて、これジムニーの、純正のねポジションランプなんですけど、これをウインカーのところに入れて、ウインカーのクリア化していきたいと思います。サイドマーカーとリア変えたんでフロントもクリアにしたいと思います。やっていくぞ。バルブなんですけど、このウインカーの方はこういう電球のソケットタイプです。でポジションランプの方はこういう T 字のちっちゃいバルブが使われてます。ポジションランプのこれを T 字のねオレンジ色にすればギリギリ通るか通らないかぐらいの光量らしいので、だからアンパイを取ってこのカバーをね付け替えたいと思います。ベースはこっちの電球を使って、でカバーだけを入れ替えてクリアにしていこうと思います。カバーはブチルゴムで止まってるだけなんで、ヒートガンで炙って柔らかくしてから外していきます。取れました。こんな感じでブチルなのかな、なんかこうネバーっとしたやつでつながってます。そしたらこれをソケットのねウインカーのやつに付け替えます。そしてバルブが透明のやつからオレンジ色に変わります。ウインカーが白になりました。これでサイドとリアと全部クリア化ができましたね。
このヘッドライトキュートでいいんだけどな。チャーミングな感じですよね。ただ今めちゃくちゃ純正に戻そうか悩んでます。昨日帰ってくるとき夜走ったんですけど、すっげー暗かったんですよね。これ何もつけてない状態です。スモールです。これヘッドライトの周りがイカリングみたいなのついてるからこんだけ明るく見えちゃいます。そしてロービームね、カメラだとすごい明るく見えますね。ただめっちゃ暗いですこれ。そしてハイビームですよこれ。この真ん中のこのちょんちょんとしてついてるの、これがハイビームです。全然ハイビームの役目を果たしてないんですよ。光軸がずれてるからとかなんかそういうのじゃなくね、もうそもそもが暗い感じです。デザインはねすごくキュートでイメージ変わるからいいんですけどね、さすがにこれで夜走るのはちょっとね怖いっす。これね、雨の日とかね雪の日はねほんと前見えなくてね怖いと思うんで、これはね純正に戻します。せっかくね松さんと一緒に付け替えやったんですけど申し訳ないです。ごめんなさい松さん、純正に戻します。一緒に作業できたいい思い出が作れたということで純正戻します。よいしょ。あとは電球色だからこっちの方がまだ目に優しい感じがするかな。さっきのやつ青すぎて目が疲れますね。こっちの方がいいな。そして仕上げに冬用ワイパー変えていきます。よいしょ。雪国はめんどくさいですね。ワイパーとスタッドレスといろいろ変えなきゃいけなくて。よいしょ。でもこのジムニーで雪道を走るのは結構楽しみだったりします。リアワイパーも交換。これ上下逆さまなのか。そうなのか。仕方ない。これで冬支度終了。タイヤ変えたしワイパーも変えたし、リアにはアンダーミラーとスコップもつけたし、これでスタックしてもね脱出することできますね。スコップがあるから。ホイールは艶消しの黒。タイヤのサイズもでかくなったから純正よりもまた若干車高が上がりました。やっぱりジムニーのタイヤでかいですね。こっちインプレッサの純正タイヤ、こっちはジムニーの純正タイヤ。こう並べてみても直径がジムニーの方がでかいです。そしてさらにでかくなったこのスタッドレスタイヤと比べると、うわこんだけサイズが違う。ほらでかいね。やっぱり 660cc のエンジンでこんだけでかいタイヤ回すんだもんな。すげえな。エンジンの負担でかそう。ざっくり見ても70、80ミリぐらい直径違いますね。でかいな。これもっとでかいサイズ履く人もいるんですもんね、ジムにね。このサイズよりでかいタイヤ履くってもっと迫力出るのかな。ヘッドライトがちょっと残念だったんですけど、一応また純正に戻して
まあハロゲンだから熱出るからね、雪がついたら溶けるから、まあプラス思考でいきましょうか。若干薄暗いんですけどね、純正のライトね。青っ白くて薄暗いヘッドライトよりかは雪道多分こっちの方が走りやすいと思うんで、車のルックス的にはねちょっとあれなんですけど、まあ、実用性を取ったような感じです。フォグランプもつけたからね、冬道走るにはバッチリですね。あとは雪が降るのを待つだけなんですけどね、この車で雪道を走るのはすごく楽しみです。もう雪道走るためにあるような車ですからね。あっちで走るとね除雪して走らなきゃいけないからあんまりね雪降った日とかはね出かけないようにしたり、もう引きこもりしてるんですよね、雪降ると。でもこっちだとそんなの気にせずに普通に出かけられますからね、ちょっと楽しみです。でもやっぱりね雪かきとかしなきゃいけないから、雪はねやっぱり降ってほしくないんですけどね。雪は降ってほしくない、雪かきがめんどくさいから寒いし。でもジムニーで走るのは雪が降ってほしい。ちょっとね今僕の中で葛藤があったりします。ただあんまり雪降るとね融雪剤巻かれてねまた車が錆びてきちゃうんで、あんまり融雪剤巻いてほしくないんですけど、まあでもその融雪剤対策にアンダーコートとかもしっかり入れましたしね。どのぐらいこの車が持つのか、1年で錆びが出てきてしまうのか、それとも錆びずに来年ちゃんと年を越すことができるのか、ちょっとね耐久性チェックみたいなのもあったりします。これで雪道走るの楽しみですね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。